ハロー YouTube、 どうも島部です。今回は東京マルイ新作ガスブローバックライフルを紹介します。早速開封しましょう。大きな箱が1つ、小さな箱が1つ。小さな箱から開けてみます。納品書。中からはペリカン風ハードケースが出てきました。気になる中身は丁寧に梱包されていてまだ分かりません。何やらロアレシーバーが出てきました。気になるポイントとしてはバッファーチューブがありません。もうすでに気づいた方もいるかと思います。続いて同封されている小袋にはグリップが入っていました。あまり見ない形状をしています。続いて大きい箱を開封します。中にはアッパーレシーバーが入っていました。こちらはトキサント製東京マルイ MWS コンバージョンキットになります。 MWS の心臓が移植されたトキサント製外装キットです。この日は日曜日の早朝、組み立てて急いでサバイバルゲームに向かいます。場所はサージェント58さんのシューティングレンジです。マガジンは結構冷えています。目測で突き当たりの壁が25メートルくらいかと思います。マガジンが冷えているので若干ホップアップが弱いように感じます。 MWS のシステムを使っているので弾道はとても良かったです。ボルトキャリアが短くショートストロークなのでリコイルは MWS と比べるとマイルド。逆にタップ打ちなどのレスポンスは若干良い感じもします。マガジンもだいぶ冷えていますがサイクルもとても良い感じです。フラットな弾道は打っていて気持ちがいいです。ありがとう。サバイバルゲームで使用しましたが当たりがついていないためか弾詰まりや動作不良が何度かありました。そこで洗浄メンテナンスを行いますが同時に内部部品の精度や質感を見ていただけたらと思います。まずマガジンを外してテイクダウンピンを押し出します。 MWS に比べとても硬かったです。これでレシーバーが上下に分割できました。チャージングハンドルを引いてボルトキャリアを取り外します。初期の粘性のあるグリスがついています。 Z システムは取り外さず洗浄グリスアップします。トレーにウエスを敷いてどれだけ鉄粉が出るか確認します。初めて見る構造なので分解前によく観察します。すごく鉄粉まみれです。どこかと干渉して削れたのでしょう。ローディングノズルは戻りが遅く動きが悪いです。またスプリングが潰れてしまっています。洗浄して後から対策を考えます。まず 1.6mm の六角レンチでスプリングを外します。前後2箇所ありますがネジの長さが違うので注意が必要です。
前方が長いネジ、後方が短いネジ。これでスプリング一式が取れました。反対側のスプリングも潰れています。残念。こちらの部分も異様に削れています。ボルトキャリアが鉄粉だらけなのもこれが原因のようです。次にノズルを前に引きながらボルトキャリアキーを軽く持ち上げて外します。次にファイヤリングピンストッパーを上にスライドして外します。ファイヤリングピンのスプリングが解放され、ノズル一式が取れました。ボルトキャリアから洗浄します。後端にローラーがついているので外します。次にチャージングハンドル、続いてスプリング一式、ボルトキャリアについた小さなローラー、プラスチック類は専用のパーツクリーナーで洗浄。ノズル式はウエスで拭いて終わりにしようかと思いましたが、グリスアップされていない感じだったので分解しました。分解や組み込み方法は東京丸い MWS と一緒で別動画で細かく説明しています。右上クリックか概要欄に貼っておきます。ノズル内部はとても綺麗で洗浄してグリスアップします。ほとんどがボルトキャリア、スプリング、チャージングハンドルからの鉄粉でした。アッパーレシーバーもチャンバー側にかからないように洗浄。ハンマーユニットもそのまま洗浄。相当な汚れが取れました。今回もレボリューショングリスを使います。結構お高めの高級グリスですが、浸透して伸びるのでなかなか減りません。十分に乾かした後にグリスアップします。ここからのグリスアップ、メンテナンスも右上もしくは概要欄に参考動画貼っておきます。すべて自己責任で参考にしていただけたらと思います。先ほど潰れていたスプリングですが、ボルトキャリアの交代量に対してスプリングが長すぎて潰れていました。スプリングカットして応急処置しましたが、全長が短くバネレートの強いスプリングを探してみようかと思います。続いて MWS と弾速やサイクルを比べてみます。東京丸い MWS との性能比較を行います。 30.3 度、 30.5 度。続いて弾を込めていきます。弾は 0.2g のバイオ弾です。熱による弾の変形があってはいけないので温め後に吸弾します。ポップアップは最弱から9クリックで 25m フラットに飛ぶように調整しています。初速、ジュール、弾重量、撃った数、平均初速が 83.51、 最高初速が 84.96 でした。続いてフルオート、秒間 14.5 発から15発でした。同じ条件で比較してみます。ガスブローバックはマガジンの温度で性能が変わってくるので慎重に計測します。
初速、ジュール、弾重量、撃った数、平均初速が 79.51、最高初速が 80.33 でした。フルオートでは秒間 11.9 発から13発、MWS と比較するとこのような結果となりました。全体的に落ちてしまいましたが、この結果はスプリングをカットした後の計測でしたので、ボルトキャリアの後端がダンパーに直接当たっています。このダンパーに当たらないくらいの強いスプリングを装着することで、本来持っているポテンシャルを引き出すことができるかもしれません。最後にいろいろな方に試写していただきました。あ、失礼。あ、でもなんかぬるって言ってるな。ああ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。フロート持ってみてください。いきますよ。あ、冷えてるね。あ、ダメだな。悪いな、つけます。悪いな、いけるいける。これいいな、悪いだったらいいな、これ。ああ、欲しくなるな。確かでも話題になってたからな。いい。はい。ちょっと失礼。はいはい。ごめんなさい、ありがとうございます。めっちゃいい。欲しくなる。やっぱいいな。ありがとうございます。個人的にはコロナ。乗ってるものの方がいいな。あ、でも冷えてなかったからやっぱりちょっとあれいいですね。いいですね。MWS、はい。あれ。あ、ごめんなさい。あ、いいですいいです。てか、すごい気持ちいい。ね、フロントいいですよね、ここね。ああ、そうだね。鼻上がりがね。これストックが軽いっすよね。ストックがすごい軽い。売ってみます。やばい。売っていいですよ。あ、ごめんなさい。あと任せて。悪くないっすよ。これはこれアルマイトってますね。ありがとうございます。はいはい。途中でもうゲーム中に外れないことを考えていいことなのかもしれんけど。肩叩いて。はい、ありがとうございます。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.